1秒でも多く1メートルでも長く走るのが我々の挑戦です。進化は間違いなくしてます。走れば走るほど CO2 が減っていきます。はい。あ、やばい。1%だと止まるよ。1%になるんだよ、確かに。森蔵さんとマッチさんが並ぶ。今年も24時間耐久レースがやってきました。液体水素エンジンのカローラは2度目の出走となるんですが、見てください。見た目ほとんど変わんないんですけれども、中身はかなり進化しているんです。ただ進化には痛みも伴います。今日までどのようにして仕上げてきたんでしょうか。そして24時間完走できるんでしょうか。大きな進化を遂げ2度目の24時間レースに挑戦する液体水素を使った水素エンジンカローラ。注目のアップデートは強化されたポンプと世界初のタンク、そして CO2 回収装置です。遡ること1年前、液体水素を燃料としたカローラが初めて公式レースに出場し、24時間耐久レースで完走。世界初の快挙は人々の関心を集めましたが、チームはその後もレースを舞台に開発を加速させていきます。2ヶ月後、出場2度目のレースでは1950キロあった車の重さを40キロ減らして挑みました。この日は5時間の耐久レースでしたが、残り1時間の時点で車がピットから出られなくなってしまいます。液体水素とはちょっと違う部位の普通のエンジンの部分になるんですけど、エンジンからのオイル漏れになります。残念ですが今回はリタイアという判断をしました。車としては重い状態であるとか、スピード、今日はパワーが上がっているということで負担が違って今までなかった部分にかかっているかもしれないって。その通りですね。結局車トータルで仕上げないとですね、まさにそれが車を鍛えるということだと思いますので、しっかり持ち帰って何が原因だったかっていうのは調査して、次はまたしっかり車を強くして持ち込みたいと思います。悔しいですけど、しょうがないですよね。いろんなことが起きるし、僕らができる限りのことは全部やりきって起きたことなので、それはそれでしっかりと受け止めて、次に進みたいと思います。一方で液体水素を充填する時間は前回の1分40秒から1分にまで短縮。安定した迅速な充填は岩谷産業の協力で実現しています。お疲れ様でした。お疲れ様でした。残念ですけど、今日は安定した充填できました。ただ課題もあるんで、また変化加えるとまた新たな課題が見つかるんで、そこを安定して充填できるように期待してください。そして迎えた2023年の最終戦。開発陣はある驚きのアップデートを加えていました。エンジンはですね、走るときにたくさんの空気を吸い込みますので、そこの通り道にこのフィルターをつけてあげることで、CO2 をここに吸着させると。走れば走るほど空気がきれいになっていくっていうイメージですか。はい、走れば走るほど CO2 が減っていきます。はい、フィルターに塗られているのは川崎重工が開発した CO2 の吸着剤。この CO2 回収装置の導入で CO2 を排出しないだけでなく、大気中にある CO2 を減らすことができるそうです。あとは、車両全体で言いますと、約50キロ車両を軽量化しておりますので、5月の24時間から比べると約90キロ、そんなに、軽くなりましたので、毎回 S 帯の期限に合わせて、どんどん進化させてきてます。そうですね。もう本当にもう各メーカーさんが頑張ってくださって、もうなんとか形に間に合うようにやっていただいて、ここまで来れてます。ドライバーの森蔵さんは、今回乗ってみてこの進化どのように感じてますか。もともとこのレースに出ながらね、
アジャイルに開発を重ねていこうと。で機体の時のアジャイルの開発のスピードを10とすると、これね、今回液体になってから6ぐらいのスピードで走ってるじゃないですか。そんな速く、早く去年よりもさらに注目されている、そして開発陣の開発のスピードはより着実に、より速く、より安全にっていう道を歩み始めたっていうのが感想ですね。レースに出るたびに進化し続ける車。最大の目標は次の5月に再びやってくる24時間耐久レースです。レースの裏で開発陣はシステムの要となる部分のアップデートに挑戦していました。今ポンプの寿命を決めてるのはここのギアであったりクランクと呼ばれる部分なんですけど、衝撃的な荷重っていうのは極力少なくしてあげるっていうのが寿命延長につながりますし、液体水素エンジンでは真空の二重構造のタンクでマイナス253度以下に保たれた液体水素をポンプを使って圧力を高めながら組み上げ、気化器で気体にした水素をエンジンに送ることで車を動かすという仕組みです。当初から課題となっていたのがこのポンプの耐久性。現状のシステムでは部品が摩耗してしまうため、ポンプを24時間使い続けることができません。前回の24時間レースではレース中に2度車を計画的に止めてポンプを交換。一度の交換には3時間以上かかっていました。ずっと今年も苦労してきたポンプっていうのはまだまだ開発するところがたくさんあって、目標は24時間ポンプ無交換でやりますということで宣言はさせてもらってるんで、まだ正直目処はないですけど、やれることから前に出てるっていうような状況ですね。本番まで2ヶ月。この日富士スピードウェイに集まった開発チーム。24時間耐久レースの模擬走行として3日間に分けて合計24時間を走るチャレンジを行います。今回一番どこを変えたんですか？今回の24時間走行は、ポンプのレベルアップの確認評価になります。なるほど。ポンプ無交換で24時間を走り切るということを目標にずっと最終戦終わってからずっと開発してきて、やっとものになって今日実車でついに確認という形になってます。課題だったポンプを強化、部品にかかる負荷を軽減させるための仕組みを新たに加えるなど耐久性を向上させました。これがうまくいけば24時間他の車と同じように走り続けるそうですことができる可能性がそうです高まっている。はい。しかし走行し始めてすぐにトラブルが。ちょっとこれ危ないかもしれない。1%でやばい。1%だと止まるよ。1%になるんだよ実際。車内の水素濃度を示すモニターに反応が。タンクの付近で微量の水素が漏れていると検知されました。この修理のピット、この修理のピットお願いします。ちょっとタンクループの水素濃度はちょっと高いので。すぐに水素濃度を測定。出てきた水素が一定の濃度を超えたらシステムが止まるため安全性に影響はありませんが、水素漏れは予想外の事態。応急処置をした後走り始めましたが、やっぱ水素漏れまた出てきましたので、このシーンのピットお願いします。再び水素漏れが起きてしまいました。4、5周走ってくると、そこまでずっとゼロで、4、5周走ってタンクの上の方が冷えてくるとバーッとこう漏れ出す感じなんでしょうね。傾向は見えてきたものの、初めての現象で
すぐには原因が判明しません。とにかく今日はちょっとなんとかだましだまし走りたい。サーキットで24時間走るという極限状態を試すことができるのは本番以外ではこの時だけ。焦りが見えてきました。確信に行ってないな、なんかそうですね、確信には言ってないですね。どこが漏れとるかちょっとわからんので、いろんなとこ当てながら喋ってました。結局ちゃんとは分かってないんです。完全な特定はできてない。なんとか今日距離を稼ぎたいので、だからまあ暫定的な対策をしながら、とにかく、ポンプの性能テストを続けていくような形で進めていきます。お昼も食べられず、食べられず。この後も作業。そうですね、今日もちょっと何時になるかわからないですけど、まあでも今日やりきって次の残りの2日間しっかりと走りたいので。おはようございます。おはようございます。昨日は何時までやってらっしゃったの？昨日はまあ日はまたぐぐらいまでは、まずはもう今できるところはやりきったかなっていう状態です。もうすごい爽やかな気分で。ね、赤い。赤いですか？コンビニ行って疲労軽減、疲労回復って書いてあるやつは全部買い占めてきました。漏れてることに関して検知できてるのは非常にいいことかなと思ってました。いや難しいと思います。やっぱり少しの量でもやっぱり今過敏になってると思いますし、過敏になるべきですし、改善の余地はありますけど技術力は上がってるなと思ってます。対策を施して挑んだ2日目。応急処置が効き、水素漏れは一旦はなくなったようです。昨日より全然問題は解消しとって、水素リーク量はもうほとんどないもんですから、はい、今日は一日いけるんじゃないかなと思ってます。ハードル高いですね、毎回ね。まあやれるかなっていうのはみんな思いながらやってるんだと思うけど、まあ、やっぱりそうやって成功を積み重ねていくとやれるんじゃないかなっていうふうに思うよね、みんながね。しかしここで新たな問題が。タンクのレベルは全然まだあるんですけど、空打ちが起きちゃったみたいな。よかったもん。タンクからポンプで水素が汲み上げられない空打ちの現象です。空打ちしちゃいましたね。ベンチテストでうまくいってたのが実車だとちょっと効率が悪いって帰りが大きいので、走ると結構そのタンクが揺れるんで中の液がバシャバシャなるんですよね。でその現象がやっぱりベンチテストでは再現できてなくて、そこがポンプに対しては不利になるところなので、ちょっとそこをどうやって見ていくかちょっと考えないといけないと思います。この日も作業は夜遅くまで続きました。今回課題として浮かび上がった水素漏れと空打ち、この2つの難題に本番直前まで苦しめられることになります。一方でもう一つ大きなアップデートが進んでいました。楕円はちょっと初めてなんで、もういろいろ試行錯誤しながらやるんで。山口県の新興産業で作られているのは前回のタンクより 1.5 倍大きく、さらに楕円の形をした異形の液体水素タンク。これ実は世界初のすごい技術なんです。やってみんとわからないところが大きい。やったことないことするのは面白い。一般的なタンクは円筒形。楕円タンクでは場所によってかかる圧力が異なるため、より高い技術が求められますが、楕円にすることで車の中の限られたスペースでも容量を増やすことができるんです。どうしても24時間にはもう 2,3 ヶ月足りない、ショートしてるっていうところから始まって、どういうふうに作ったら歪みが少ないとか、その形にできるように、設計していくのがやっぱ深淵とは違って、やっぱ難しいところかなと思っています。できると思ってましたか？思ってなかったです。FPS さんとトヨタさんとこう3社でこういろいろこう意見を出し合いながら
これを集約してどう形にしていくかっていうところで、もうこの時点でもうちょっと作る時間がないよね、いやあじゃないこうじゃないこうしようああしようって言って途中で作り方変えたりとかして、まあなんとかこう形になったよっていう形なので。車好きなんですよ。好きなんですか？好きです。こういうチャンスもなかなかないし、初めてのこと、世界でも初めてのことをどんどんこうやっていけるっていうことで、まあ、それが、はい、モチベーションかもしれないです。大きくなったタンクを乗せるためにレースに出場する車両を一から作り直します。タンクが 1.5 倍となったことで何をどこに乗せるのかという搭載設計を大きく変える必要がありました。わあこんなに大きいのかと、話では聞いてたんですけども、実際車両の方に乗せて、検討を進めるとですね、今まで乗せてた部品たちが全然乗らなくなってしまうものですから、一生懸命考えまして、搭載のレイアウトなど一番ベターなところを探して、乗せることができたと。実はこの車作りもかなりタイトなスケジュール。早番と遅番の2交代制のシフトを特別に作り、全速力でかつ丁寧に車を組み上げていきます。やっぱ車の振動がたくさんあるので、走行の振動で緩んだりすることがあるので、その辺がないか。緩んだらまあ水素配管ってやっぱ漏れたりして火災とかにつながっちゃうので、そこはないようにしっかり確認してます。やっぱ普通の仕事じゃなかなかできないことはたくさん経験させてもらってますけど、ミスするといつも言うかわからないようなちょっと危険さもあるので、その辺は気を使いながらやってます。完成した車に初めて水素を入れる日。トラブってます。水タンクのレベルを表示するためのセンサーが今断線してて、早めに気づけてよかった。一つ一つ確認しながら初めての水素充填。水素がタンクに入ったようです。これガスが来ると濃度が表示されるようなガス検知器になっているので、これで漏れたガス濃度周辺のガス濃度を測って漏れがないかというのを確認するようにしてます。電気かけます。はい。3、2、1。エンジンかかって液水ポンプも動いていますので、次レーシングに移りたいと思います。車は無事に動き出しました。解決していなかった水素漏れについても詳細が判明。どこから水素漏れてたのかなって結構いろいろ探したんですけど、なかなか見つけきれなかったんですけど、ちょっと予想もしてなかったポンプの本体のところからの微小リークだったのが分かりました。ここを良くすると今度こっちがみたいな、結構やっぱり行ったり来たりのところがあるので、そこはバランスをしっかり取っていくことが大事かなと思いましたので。皆さんおはようございます。おはようございます。本当に早いものでもう来週いよいよ24時間本番ということで最後のテストになります。まだですね課題が大きく2つほど残っておりますので、今日明日で、しっかり解決できるように、力を合わせていきたいと思います。水素漏れとポンプの空打ちという課題を抱えたまま迎えた試験走行最後の日。今日明日のもう2日間しかないですよね。来週はもう本番のレースなので、なんとかこの大事な2日間でレース出れますっていうところまで持っていかなきゃいけないっていうところが、ちょっと今日はプレッシャーですけど、対策としてはもうしっかりとはいされてきて、はい、いや先月もしっかりとやってきたと思って毎回
転んでるんでちょっとなんとも言えないですけど、もちろん 100% 本気を出してそれぞれ対策は織り込んできたつもりです。対策としてポンプの吸い上げ口の位置を変えるなどわずか20日間で10箇所をアップデート。果たして効果は？効果はありそう。いい感じかな。うまく機能してると思います。走行は順調。水素漏れも空打ちも発生していないようです。対策は有効でした。よかった。この4号車になって初めて何事もなく半日が終わりました。今年の液体水素エンジンカローラ、体感としてはどのように感じられました？もう全然全部新車なんですけどね、いろんなところで改善がやられてると思いますね。明らかに軽く、そしてその、タンクの形も変わったり、運転した時はもう全くね違和感なく、普通最初探りというかね、今年の車どうかなっていうのをいろいろ感じるんですけど、その時間がどんどん短くなってるというのが素直な印象ですね。緊張した。水素エンジン車というもの自体、やっぱり乗ったことはないですね。もう初めて。正直言って水素エンジンっていう気持ちはもうピットアウトしたら忘れちゃってます。本当に変わらない。もう音もしっかりすごくいい音してるし、レーシングカーの音してるし、本当に気持ちよく久しぶりに富士スピードウェイを走れました。だから本番も一生懸命走って、ST9 クラスなんでね、しっかりデータ取る役目なんで、ただただ速く走ればいいわけじゃないんですよ、森蔵さん。ちゃんとね、しっかりデータを取らなきゃいけないカテゴリーですから、データを取る、役に専念したいと思います。あ、ポンプ置いてある。あ、すみません。今回使うポンプ。今回本番使うやつです。何ですかこれ？お守りです。お守り？もう最後は神頼みですね。10年前にもレースやっとって、それ以来ずっと僕持っとって、ずっといろいろといいですんで。だけど今回怖いですね。本音が出た。彼らが組みますんで。組むメンバーですね。24時間ね回したことがないんで、なんとも言えんですけど。本番を前に最後のポンプ交換。本番用のポンプで24時間走り切ることを目指します。願いを込めましょう。きっとうまくいきます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。CO2 回収装置も機能が向上。去年はですね、ピット入るたびに手作業で組み替えて、手動でやっていたんですけども、今年はですねそれを自動化しております。今回ですね回るようにしてます。吸着させてこれがぐるぐる回ってきますので、でここに来たらあったかい空気をここから流してあげて、脱離させて CO2 をここに吸収させて、また空になったらこちらに回ってきて吸収できるようにっていうのを自動でできるようにしてます。じゃあ交換しなくてもずっと車の中で自動にやってくれるようになった。はい、そうです。随分コンパクトになりましたね。今回ギュッとちっちゃくしました。すごい小スペース。こちらディスペンサーになるんですけど、以前結構これぐらいまで高さあって、厚みもこれぐらいあったんです。必要なものだけを絞って、今までの経験でいるものいらないもの、安全見過ぎてたものとかがあったので、そこを結構見直すとですね、これぐらい小さくできて。そして迎えた本番の日。全員で、1秒でも多く1メートルでも長く走るのが、我々の挑戦です。敵は炭素ということで、この2台の車を走らせてきました。この戦いを応援してくれてるサイレントマジョリティの人が、世の中世界中にはたくさんいます。そして我々の
この24時間を注目してくれてると思います。ここにいる全員一人一人がヒーローであり、一人一人がスターだと思います。合言葉はありがとう。そして共通言語は笑顔ということで、24時間戦っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上。すごい人ですね。去年の倍ぐらいいるかもしれないですね。いよいよですね、富士24時間スーパー耐久レースが始まります。森蔵さんとマッチさんが並ぶ同じチームで走ります。年に一度、そして国内唯一の24時間耐久レースに人々の熱気も高まっていました。さあ、スタートドライバーの森蔵さんがこれから液体水素エンジンカローラによしと気合いを入れて乗り込みました。午後3時から始まった今年の24時間の戦い。森蔵選手の次は近藤真彦選手がハンドルを握ります。しかし午後4時17分、車が停止、空打ちが発生したようです。まだスポスポって言いながら動いてたんで、このままピット入ります。スポって最終コーナーに聞いたらスポッと、ここで止まるのって。だからあれじゃないですか、こういうのってこれがちょっとこのじゃないですか、いいところだとやっぱりなんかトラブルが出たらそれを回避してまたランニングに向けてこうなっても車がこうなってもちゃんとポンプが動くように、そういうあれじゃないかな。このチームの目的は多分そういうことだと思うので、制御を変更してすぐに走行を再開。一旦は落ち着いたものの午後6時15分、再び車が止まってしまいました。一つは車両の方のABS がうまく作動しないっていうエラーと、あと僕たちのポンプの方はモーターを回そうとしてるのにそのモーターが回ってくれなくてポンプが動いてないっていう時間がちょっと今発生してて、去年よりも、僕らの知見も増えてることは確かだし、それを考えると去年よりはいい成績、いい結果を残せる自信はありましたが、なんとか乗り越えたいと思います。再び制御を変更し、さらにインバーターを交換。打てる手は一気に打ちます。これが原因じゃないかっていうことでこれも開発して、絶対寝れない。治って寝たい。迅速な作業で水素システムの不具合は解消。しかし ABS アンチロックブレーキシステムの問題に直面します。5時間後、走行を再開。そして一つ快挙を成し遂げます。1回の水素充填で初の30周の走行に成功。去年の最終戦の20周から航続距離を 1.5 倍伸ばすことに成功しました。いやもうまずちょっといろいろとトラブルがあってまず走れたことが良かったんですけど、一つ目標がクリアできてそして翌日、最後のドライバーは佐々木選手。お疲れ様でした。いろいろ車両のトラブルはありましたけれども、液体水素、この水素システムの方はいかがでしたでしょうか。そうですね、まず目標としていた、30ラップ、これはできました。はい、
それから液体水素のポンプの、耐久性ですね。これも、ポンプ交換なくストップしてた時間が長いのでちょっと時間は短かったんですけど、交換することなくですね、走り切りましたので、まずその2つについてはしっかりできたかなと、進化を見せられたかなと思ってます。はい、この1年で考えるとやっぱりかなり進化したって捉えていいっていうことですね。はい、本当に、いろんな機関の方も、周りの方も協力いただいて、ここまで来たというふうに思ってます。はい、そしてもうすでに来年に向けて走り始めることになりますね。そうですね、はい、開発期間が長いものもありますので、はい、早速もう一回ですね、初心に戻って配信したいと思ってます。お疲れ様でした。申し訳ないです。いやでもポンプは無交換ね。そうです。はい、そうです。式年遷宮のご利益はあったと。そういうことですね、きっと。率直な感想はいかがですか、24時間を終えて。まあちょっと悔しいですね、今日はね。相当悔しいですね。まあこれとポンプ24時間でね、やっぱりここで動かしてこのポンプがどうだっていうのが見たかったもんでね、ちょっと悔しいですね。あんまり予測してないところがトラブルと長引くんだね、その週にね。いい教訓になりました。親父としても腕が鳴りますね。そんなことはね、もう腕はあんまり使えへんけど、はい、葉っぱかけてやっていきたいと思います。はい、今年はどちらかというと地に足をつけて開発をしてきたので、ちょっと悔しさとか、そういったところが強いかなと思います。ただ確実に進化はしています。はい、進化は間違いなくしてます。歩みは止めずに頑張ってきてますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうおめでとう。結果はそれぞれあるかもしれない、これがレース。そしてこの結果を生かせば未来は変わるということでいくと、結局ありがとう、笑顔で終えた24時間だったと思います。ありがとうございました。そしておめでとうございました。